皆様ごきげんよう、みやびでございます。今回は最近 iHerb の日替わりセールで購入したアイテム2箱分をご紹介したいと思います。今回は 27% オフとすごい割引率が高かったので、いつもね使っているリピート品のストック用を購入しております。なので初購入品は2点だけで、あとはいつも購入しているものになるんですけれども、それぞれ長く愛用するにあたって私が感じている効果実感とか、あとはちょうど1ヶ月前の動画でねお話ししていたコラーゲンを1ヶ月間毎日食べ続けるっていうね、これがちょうど終わりましたので、その結果なんかもお話していきたいと思います。ぜひ今日も最後までご覧になっていってください。では今日も早速スタート。まず8月末から続けていた1ヶ月間コラーゲン生活のお話なんですけれども、こちらですね、結果としてすごく良かったです。実際に飲んでいたコラーゲンは3種類で、ナウフーズのソリューションズコラーゲンゼリー、ゼリータイプのものと、韓国のエブリデイズというところのこんにゃくゼリーにコラーゲンが少し含まれているっていうもの、そしてユーセオリーのリキッドコラーゲン、この3種類のものをそれぞれね順番に毎日1個ずつ飲んでおりました。でコラーゲン基本的に1日 5g2 週間以上取り続けると、効果実感が現れますよっていうふうに言われているんですけれども、2週間以上飲んだ時点では私正直あんまり変化感じなかったんですよ。なのでコメント欄の方、コラーゲン飲んでるって言ってたのどうなりましたっていうご質問にも、いや正直まだよくわからなくってとお返事していたんですけれども、3週間ぐらいから明らかに毛穴と肌のツヤに変化を感じました。この肌ツヤっていうのが本当にすごくって、今これ薄くベアミネラルのジェルファンデーションつけてるだけなんですけれども、すっごいツヤが出るんですよ。でハイライトとかもほぼつけてないのにもうピッカピカっていう感じで、めちゃくちゃツヤが出るようになりました。これはね白玉点滴受けた直後ぐらいのツヤがなんかもう毎日継続して出てるっていう感じです。でこの3つ飲んだ中ではユーセオリーが一番私的に効果実感を感じました。今これね1袋だけ残しているんですけれども、これが一番コラーゲンの配合量が多いんですよ。やっぱりコラーゲン特有の香りっていうのは少しあるんですけれども、パウダータイプのコラーゲンよりは圧倒的に匂いも少ないですし、慣れると全然ジュースぐらいの感覚でね夜パッと飲むだけなので、それもすごく気楽で良かったです。ただコスパっていうところで12本入りで2500円なので、毎日飲むってなると1ヶ月間結構かさむなっていう感じなので、週に2回飲んで1箱を1ヶ月分とするか、イベントごとがある前に毎日飲んでスペシャルケア的に使うっていうのもいいと思います。私の場合は夏休みのこのね肌ダメージ、紫外線とか疲れとかもろもろのものがあったので、1ヶ月間のスペシャルケアとしてね使ってみました。いやでも結果としてここまで正直ね実感があると思わなかったので、すごいやってよかったです。夏の疲れまだちょっと引きずってるわみたいな方いらっしゃいましたら、ぜひチェックしてみてください。はい、では今回の購入品ご紹介していきたいと思います。まずはこちら、ライフフローピュアマグネシウムフレーク2456円。こちら海底から採取した塩化マグネシウムの高濃縮結晶を採取したそのままの状態で詰めてあるものです。はい、こちらも iHerb やってらっしゃる方だとねおなじみのマグネシウムフレークになります。この大きいサイズ、セールの時いつもほぼほぼ売り切れてるんですけれども、今回在庫に余裕があったみたいなのでね2本購入しました。せっかくなので中身開けていきましょう。これから寒くなってくると私も息子もアトピーがあるので、どうしてももうかゆみっていうのが結構出ちゃうんですよ。でアトピーの方って皮膚上のマグネシウムがそもそもね不足していたりだとかするので、それを補うっていう意味でもこちらなるべく使って入るようにしています。こんな感じのパラパラっとした結晶になってます。で香りは無味無臭です。なのでねお風呂の割とむわっとした空間で匂いが強い入浴剤だとしんどくなっちゃうっていう方とかにもねすごくおすすめです。で逆に香りが欲しい方はねちょっと精油を垂らしてあげたりだとかするのがいいかと思います。でマグネシウム浴っていうのはどういうことにいいかというと、基本的には肉体疲労とか体の痛みですね、そういう筋肉のこわばりみたいなものをマグネシウムが緩めてくれるので、緊張性頭痛とか肩こりになりやすい方って結構いろいろ考えすぎて気疲れしちゃうタイプの方とか多いと思うんですよね。そういう方はやっぱり上半身の緊張として症状が現れやすいんですよね。私もどっちかっていうとかなり考えすぎちゃうタイプなので、この神経系を落ち着かせてくれるマグネシウムは本当におすすめです。は
はい、では次はこちら。ニュートロジーナラピッドリペアダークスポットコレクター4325円。加速レチノールとビタミン C 両方が配合されているブライトニングとアンチエイジングに特化した美容液です。これ前回購入して使った時に本当に 2,3 回の使用で乾パンがめちゃくちゃちっちゃくなったと大騒ぎしていたあの美容液ですね。量が結構少なめなのでもうだいぶね少なくなってきちゃったんで、これだけは切らせないと思って早めに購入しました。私ほんと夏の終わりに1年分ぐらい老けたっていうくらい肌がめちゃくちゃ疲れてしぼんでたんですよね。でそれに加えて乾パンあんなに一生懸命紫外線ケアしてたのに広がってたんですよ。このぐらいのサイズだったのがこの辺までこうチラチラチラっとちっちゃいのがね飛び散るような感じで広がってて終わったーって思ってたんですけど、これで挽回できました。もう買ってよかったです。今もこれコンシーラー使ってないんですけれどもあんまり目立たなくないですか？嬉しすぎる。でこちら入ってる成分で特徴的なのがやはりレチノールとビタミン C 両方が入っているっていう点ですよね。レチノールとビタミン C って割とこう食べ合わせじゃないですけれども使い合わせ次第では肌に刺激が強い場合もあって、ちょっとねそれぞれ選んで使わなければならないですよっていうことでちょっと食べ合わせが難しいんですけれども、もう初めからいい具合にその2つを入れてくださっているということで安心して使うことができます。でこれ使用感もめっちゃくちゃいいんですよね。もうサラッサラになるんですよ。なので真冬とかだともしかしたらちょっとサラサラすぎて保湿力心配ってなっちゃうかもしれないんですけれども、私はこれ使う時にあんまりいろいろこう混ぜたくないのでこれだけで寝るようにしています。で最初こうしばらく使ってて全然刺激感なかったんですよ。もう A 反応も全く出ないのでこれはと思ってどんどん薄くしてやるわと思って毎日塗ってたんですよ。じゃあさすがに10日ぐらいで朝化粧水のせた瞬間すごいここが熱くなりました。初めて使われる方は週に2回とか3回とか、それぞれね日にちを空けて使うようにしていただくのが良いかと思います。次はこちら。ドクターメルコラリポソームビタミン C2943 円。1回あたり 1000mg のカプセル型のリポソームビタミン C です。こちらね1回あたり 1000mg っていうふうに書かれているんですけれども1回で2錠飲まなければならないので、1錠 500mg ですね。500だとちょうど量の調整もしやすいと思います。だいたいこうビタミン C って1回あたり 1000mg 飲まれるっていう方多いと思うんですけれども1回でたくさん飲みたい時は1500までは1回あたり飲めるんですよ。1500を超えると一気に吸収率が悪くなってもったいないので1回に結構攻めるとしたら1500までっていう感じでこういうものでね調整して飲むようにしています。中はこんな感じで無味無臭でねすごく飲みやすいんですよね。もう液体を飲むのがしんどくて私心折れてしまって最近ずっとこちらのカプセルタイプでリポソーム飲んでおります。一粒は日本で一般的によく見るカプセルよりは一回り二回りぐらい大きいかなっていう感じなんですけれども、普段液体のリポソーム飲んでた方からしたらもうこんなに楽なものはないって感じですよね。はい、こちらを1回あたり2錠飲むようにしております。ビタミン C も私点滴で結構いろいろね通ってた時あるんですけれども結局は飲んだ方が効果も出るし圧倒的にコスパもいいです。すっごい高濃度の1回1万円とかのねビタミン C 点滴もやったことあるんですけれども、もう高濃度のビタミン C の点滴ってめっちゃくちゃ痛いんですよ。他で絶対感じることがない血管がこうギチギチに張り裂けそうな感じのとても耐えられない種類の痛みなんですよね。にもかかわらず別に翌日すっごい肌調子良くなってるかっていうとそうでもないんですよね。それ以来ビタミン C 点滴は一切受けてないです。もう圧倒的にねサプリの方がおすすめです。はい、では次は初購入品です。こちらヒーローズ耳栓スリーププリティピンク842円。夜間の騒音を抑えて質の高い眠りを確保してくれる寝る時用の耳栓です。私耳栓定期的にいろんなところの試しているんですけれどもこちらの商品は実際につけた時にどの程度音を遮ることができるのかちゃんとテストされてるんですよね。そういうところがいいなと思って購入しました。でいくつか種類あったんですけれどもこちらはスリーププリティ寝る時用っていうことで寝てても使えるような違和感少なめの耳栓みたいです。ちょっと当ててみます。はい、中身こんな感じです。低反発だわ。プニッとするともうしばらくこの形が維持されますね。面白い。すっごい柔らかい。つけてみます。
耳鼻科でもよく耳の穴が小さいですねって言われたりするぐらいなんか小さいらしくって、市販の耳栓すると結構痛いんですよね。ちょっとこの中が膨らんでくるまでしばし待ちますね。ちなみに今持ち運び用で使ってる耳栓はこんな感じです。これは結構柔らかいし見た目もあんまり目立たないので気に入ってよく使ってます。あとは飛行機とか新幹線乗る時用のね、なんかこう気圧で耳がボワってなったりしないような航空中耳炎防止の耳栓も持ってます。広がってきましたね。本当にもう今片耳入れてるだけなんですけれども、水の中にいるみたいに音があんまり聞こえない。耳栓がぎゅうぎゅうすぎると自分のこの耳の中の血管が圧迫されてゴーゴー逆に音がしません？それがないです。すごいこう適度にふわって感じでこう押さえてくれてるぐらいの感覚なので、本当に看板に偽りなしの違和感の少なさです。はい、そしてもう一つの初購入品がこちら、ブラザーオールナチュラルフルーツクリスプストロベリー681円フリーズドライのスライスフルーツです。こちら添加物不使用、保存料不使用、非遺伝子組み換えプロジェクト認定商品、成分がいちごオンリーの商品です。すごいいいですね。今までフリーズドライのいちごナティーラのタイプを購入していたんですけれども、もうあっちがね一生売り切れてるので、こちら今回初めて購入してみました。こっちの方が600円台ってねすごいお安いですよね。600円台でこのクオリティこんなにたっぷり入ってると思わなかったので今結構びっくりしてます。だってフリーズドライのいちごって高いじゃないですか。1000円近くしますよね。これは大当たりだ。すごい嬉しい。すごい大きいですね。乾かしてこのサイズのいちごってなったらね、元はかなり大きないちごが使われてるんじゃないかと思います。もう香りの時点でねいちごジャムみたいなすっごいいい匂いしてるんですけれども、食べてみたいと思います。の味も文句なしです。めちゃくちゃ美味しいです、ね、こんなに安くて美味しいフリーズドライのいちごがあるなんて知りませんでした。もっと早く買えばよかったです。添加物とかもね全く入っていないので、ヨーグルトとかグラノーラとかいろんなね飾り付けとしてとにかく赤があるとすごい助かりますので、ドライいちごはあると便利ですよね。次からこれ買おうと思います。はい、そしてそのいちごを乗せて食べるグラノーラがこちら、ネイチャーズパスのラブクランチダブルチョコレートチャンク889円の商品です。こちらも非遺伝子組み換えプロジェクト認定 USDA 認定オーガニックトランス脂肪酸 0g の安心安全ですごく美味しいグラノーラです。こちらもね久々にやっと在庫があったので購入することができました。このラブクランチね以前教えていただいて購入してからもうずっとドハマりしていて、どの味も外れなしで全部美味しいんですけれども、やっぱり我が家はねこのダブルチョコレートがね一番人気ですね。なんせねミルクチョコとホワイトチョコ両方入っちゃってるんですよ。こんなことってあります？これいつも息子が理性失って独り占めしてるグラノーラなんですけれども、私も味見したいと思います。もう相変わらず最高に美味しいです。こちらこんなに甘くて美味しいのに 30g あたり全粒粉 15g 取ることができます。こちら家族みんなで食べるおやつとしてもちょっと自分のね嬉しい朝ごはんとしてもねおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。はい、では最後はこちら、パラダイスハーブオーラックエナジーグリーン2648円、1食あたり4万以上のオーラック配合の青汁になります。このオーラックっていうのは酸化還元効果、活性酸素除去能を数値化したものになります。このオーラック値が高いほど体内のサビを取ってくれる効果が高いっていうことですね。でずっともう何年もすごく大きいサイズのものを購入していたんですけれども、前回からちょっと試験的に、我が家のねこの戸棚のキャパを考えて一番小さいサイズをね購入しているんですよ。この作戦大成功でした。やっぱり大きいサイズのものだと最後の方結構固まっちゃうんですよね。ですごいこのスプーンでほじくりながらねもうダマだらけのもの飲んでたりしたんですけれども、このサイズだと最後までサラッサラのフレッシュな状態で飲み切ることができるので、この方が絶対鮮度もいいよなと思って
すごく気に入ったので今回もこのサイズで購入しました。はい、中はこのような感じになっております。で、こちらの青汁の素晴らしい点は最初にお話した抗酸化効果、やはりこれが圧倒的っていうところですね。やっぱりこれを飲んでる人、飲んでいない日では疲れとか肌の透明感、毛穴の状態っていうのが全然違うんですよ。やっぱり毎日どれだけ食事に気をつけてるって言っても野菜取れる量なんか限界があるじゃないですか。これだったら日本の青汁によく入っている大麦若葉とかだけじゃなくてスピルリナとかクロレラとか藻類も入っているんですよね。それ以外にもありとあらゆる野菜や果物、なんか根っこみたいなものまでいろいろ入っておりますので、もうこちらはねずっと変わらず飲んでおります。で、飲む時一番ベストなのが最初に少量のお湯で溶いてもう滑らかな状態にしてから豆乳バナナを入れる。これでねすごく美味しく飲むことができますので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、このような感じで今日はセールでの購入品8点をご紹介してみました。いかがでしたでしょうか。今回ほぼほぼリピート品ではあるんですけれども、ちょっとそれぞれねいつも以上に詳しく解説させていただきました。ちょうど今朝と昼でもう全然季節が違うぐらい気温が変わってくるので、自律神経乱れて体調崩されているっていう方多いと思いますので、よかったらこういったアイテムぜひ生活の中に取り入れてみてください。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。こちらの動画楽しんでいただけた方はぜひグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。